なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。まゆみのなんとかなるチャンネル、まゆみです。はい。今日はですね、絶対に関わってはいけない、念の強い人というお話をお届けしますが、この世の中にね、見えないけれど、電波や空気が存在するみたいに、愛もありますね。そして、今日の念というものも存在します。で、念は人の思いの中の一つですから、誰でも持ってます。だけど今日はもう絶対に関わってはいけない、ね、念の強い人ということをお届けいたします。そしてあとですね、実際にあったすごいお話をお届けしますので、お楽しみに。では、早速参りましょう。はい、最初に言っときますけど、念の強い人っていうことで関わってはいけないとかっていうことを言ってますけど、怖い話じゃないですからね。知っておいて得になる話ですからね。そうです。念は最初に言ったように思いの一つなので、誰でも持ってます。で、本当は怖いものじゃないです。だからね、あの人の無事を念じるとかっていうことだったり、念じれば通ずるみたいな言葉もあったりとか、悪い意味じゃないこともありますよね。そうなんです。念っていうのは思いの一つです。ただその中でも念には2つあるんですね。そうです。愛の念と、あとはそれと真逆のエゴとか恐れの念です。ね、全く真逆ですね。そうなんです。その中でこのエゴとか恐れの念が今日の絶対に関わってはいけない念というのがこちらです。ね、まあ言わないでも分かりますね、簡単。ね、受け取りたくない念ですからね。愛の念はいっぱい受け取りたいですね。だけどエゴとか恐れの念です。それが関わってはいけない念です。で、どういうね、その思いがエゴとか、あとは恐れの念になるのか。ね、これもう皆さんも大体想像がつくと思いますが、妬むとか、ね、あとは羨む、憎む、ね、それとか、私なんてとか、すごい卑下する感じね。あとは、私ばっかりみたいなね、なんかこう、そういう、なんか、不服みたいな感じね。あとは嫉妬する。ね、あとは心配する。それも心配しすぎる。ね、あとは悪口。ね、あとは不平不満。それとか、どうせとかっていうね、そういう言葉ですね。これがね、そうそう、悪い念。ね、エゴとか恐れの念を出すものですね。ですが、これ、今言ったことっていうのを分かりますか？そうなんですよ。なんかね、なんかに似てますよね。そうなんです。あなたは、それに気づいたあなたは、さすが、ひとりさんファンですね。そうです。そうです。これは、天国言葉の反対。ね、地獄言葉。ね、ついてないとか、不平不満、愚痴、泣き言、心配事、文句、許せないとかっていうね、こと、そっちの方のことですね。そうです。だから、地獄言葉というのは、もうね、そう、もうこれね、地獄言葉っていうのが地獄思いなんです。地獄思いが、そう、言葉としてピャーって飛び出ちゃったのが地獄言葉ですからね。そうなんですよ。まあ人って本当はね、思ってないことは口から出ませんからね。だからその地獄思いがね、口からパッて出たのが地獄言葉で、その地獄思いがね、その今日の悪い方のエゴとか恐れから出る念です。関わりたくない方の念ですね。そうなんです。で、それこそがその地獄思いのね、そういうことっていうのが、それこそが絶対に本当に関わってはいけない今日の念です。ね。何回も言いますよ。本当にね、関わっちゃいけないですからね。うん、そうなんです。で、これね、実際にあった話を聞くとですね、多分自分がそういう悪い念を出すのやめようっていうふうに思うと思うので、実際にあったね、面白いエピソード、面白いというか、エピソードをお話ししますね。なんかね、私とかの知ってる方が、なんかね、いつも元気な人なのに、なんとなく体調が悪い。ね、なんか変な感じっ
言って、それがずっと続いてたりとかして、でこれなんかおかしいんですよねみたいなのをひとりさんに相談したんですね、私のお師匠さんのひとりさんに。そしたらって言って、ひとりさんってねもう本当に謎のすごい方なので、って言って、なんか誰かが念を飛ばしてるねって言って、そしたらひとりさんが飛ばしてあげるよ。でこれ結構昔の話なので、その時ねひとりさんまだ私たちにくじ切りとかも教えてくれたりね、龍神様のくじ切りとかも教えてくれたりとかしてた時じゃなかったので、飛ばし取ってあげるよとかって言って、そしたらなんかねその方すっと楽になって、でなんかこう体調が戻ったんですね。でその時に一緒にひとりさんが言ったのが、多分ねって、あなたの周りのね人で多分すごい近しい人で念を飛ばしてる人がいるんだけど、なんかね思い当たる人いるみたいに言ったら、って言ったらパッてなんかその人もひらめいたんですね。それでっと思ったら、多分分かりますって言って、そしたら多分その人だと思うよって言ってくれて、そしたらその後になんか実際飛ばしてる人が分かったんですって。そしたらその人のことを見たらね、すごいの。なんとその人のね腕とかいろんなところに原因不明のなんかひどい出来物っていうか、肌がものすごい荒れてて、なんかねひどいすごい湿疹っていうか荒れてて、すごいことになってたんだって。それで病院とかも行ってたみたいで、それを実はひとりさん多分その人だって分かったんですけど、その人がすごいんですって、なんかね手とかがすごいなんか原因不明でなんか荒れててすごいことになってるんですっていうのを言ったら、ひとりさんがそれってね悪い念を飛ばしてるとね、人にも届くのかもしれないけど、必ず自分の中にその毒が回っちゃうんだよって。だからそうすると自分にその腕のところだったりとかにその毒が出ちゃってるんだよって言ってたのね。でそれを聞いた時にと思って、だから自分の中で相手のことを妬んだりとかいろんなこととかって思うと、もし自分が出しちゃったりとかすると、その毒がそうだよね、毒っていう悪いものを発生してるのが自分だから、自分にもその毒が回っちゃって自家中毒みたいな感じですよね。自分の中で毒を作っちゃうんだって。だからね、そうすると自分の体調だったりとか体になんかおかしなことが起きたりとかっていうことが起きるって聞いた時に、絶対人のことをそんな風に思うのやめようとかってすごい思ったんだけどね。そしたらその時ひとりさんが教えてくれたのは、それがね、それと要はね、ひとりさんが取ってあげるよとかって言ってね、波動を変えてあげたじゃない、その人のね。そうするとあなたの波動を変えちゃったから、余計今までだとあなたが受けてた毒までスルーして、スルーするとどうなるかっていうと、恐ろしいのはスルーするとなんとその人に返っていくんですよ、そのままね。そうすると自分の中で出してた時も自家中毒みたいに自分にね毒が回ってくるのと一緒に、逆に出して相手に届けてたその人がねちょっと体調おかしいとかって思ってたものまで波動を変えちゃうとスルーして通り抜けちゃうから、ヒューってその人にねまた自分のところに帰ってきちゃうから余計ひどくなっちゃうんですよね。だからでもただこれって神様の愛だからね、どんどん自分がひどくなった時にはなんかこういう変な気持ちを思ってるから、自分がこういうね病気、わからない病気になってるんだって気づけた瞬間にそのね毒がなくなるから治るんですよ。だから大丈夫なんだけど、だからこれはもうそれぞれの修行だね修行だね。だけどそうしたら本当にね念を受け取らないっていうことが大切だよね。いろんなこととかで相手からもしかするとね嫉妬されるとか恨まれるとかっていうこともあるのかもしれないけど、念を受け取らないことが大切だよ、ね。で念を受け取らない方法っていうのは自分でできるんだよって言って教えてくれたんですね。それが本当にさっきのね念が出ちゃうね、悪い方のエゴとか恐れの念が出ちゃうようなことって地獄言葉に似てる本当地獄思いじゃないですか。そしたらこれは念を受け取らない方法っていうのは、自分でできる方法は天国思いでスルーすることなんです。だからひとりさんがその方にしてあげたのも波動を変える、
ね、天国波動に変えてくれるっていうことをひとりさんの中でピュッてしてくれたんだよね。だから私たちがもう自分たちでできるのは、すぐに天国思いでスルーすればいいっていうことなんです。だからまずは簡単なのは、さっきのね、地獄言葉は本当に地獄思いがあるから地獄言葉が出ちゃうから、要はまず簡単なのは、自分が変な念をもらわないためには一番いいのは波動を合わせないことだからね、言葉、天国思いの天国言葉を口から出すっていうことが一番大切ね。そうすると波動が合わないですからね。でその中でも最高にね、一番いい波動が出るのはやっぱり感謝っていう波動です。だからその時ひとりさんが教えてくれたのは、って感謝しちゃえばいいんだよってね、感謝して、感謝する波動を自分が出しちゃうと、全くそのエゴとか恐れとかの来る波動と全く真逆なんですよ。ね、天国と本当に地獄みたいに真逆だから、もうここに会う必要もないし、全くなんていうのかな、自分が不必要なものって見えなかったり聞こえなかったりするじゃないですか。そんなことあったのとかって気がつかないことがあるぐらいに、本当にね、自分にエゴとかその恐れみたいな念を飛ばしても、自分に全くそこに合うものがないとスルーしてね、入ってくる余地がないっていうか、全く合わないし気づかないね。要は本当にエゴとか恐れみたいなその念と真逆が愛と光の本当に感謝っていう波動ですからね。だから念のね強い人、そういう今日で言うとそのね地獄思いみたいな悪いエゴとか恐れから来る念の人と関わらないためには、自分から出る言葉を天国言葉にする。要はね、天国思いの天国言葉にすればいい。でね、悪い念の人をそれをね言うっていうことは、本当は念のね、悪い念をブロックする最高のバリアなんです。最高最上級のバリアですね。そうです。でさらにね、そのバリアってね、さらにそのバリアっていうのはブロックするだけじゃなくて、本当にあなたが幸せになるとか豊かになるとかいいことを引き寄せる、要は探知機です。ね、だってね、悪い念は勝手に合わないからスルーしてっちゃうんだとすると、じゃあ自分にキャッチできるものは何っていうと、いいこととか素敵なこととか幸せとか豊かさっていうものがキャッチできるわけですからね。そうなんです。だから悪い念ね、出す人と付き合う付き合わないとか、そのことを受け取る受け取らないということよりも、さらにその上を行っちゃうと、もう自分はね、そこに自分がキャッチするものは幸せとか豊かさとかだけになりますよっていうことですね。だけど本当ね、自分の思いっていろんな思いがあります。だけど思っちゃうのは、自分の心って心コロコロでいろんなこと思っちゃうから自由だけど、その時にね、口から出す時にはね、本当に天国思いの天国言葉を出しましょう。そうするとね、悪い念の人とのねピタッと合うことはないですからね。はい、あなたみたいな素敵な人はね、本当に悪い念の人と絶対関わらないでね、幸せの道を行きましょう。はい、ということで今日の動画はいかがでしたか。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も楽しかったです。では行きましょう。なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。ありがとうございました。